よろしくお願いします。お願いします。どうも。新宿ですが、ランチタイムインタビュアーの土手美恵子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉本の福山雅治です。よろしくお願いします。なんですか。なんですか。吉本の福山雅治、大山英雄です。大山さん、お願いします。よろしくお願いします。すみません。はい。ここは新宿っていうのはやっぱり劇場があるから、そうですそうです。よくいらっしゃるんですか。すぐそこにねルミネ座吉本っていうところありまして、で行きつけの着いたんですけど、ここなんですね。行きつけの居酒屋で、もうしょっちゅう芸人さんとこと一緒にここで飲んだり打ち上げしたりとかいろいろやってるところで昼間ランチやってるんですよ。そうなんですね。だから来たんですよ。ここ寄ってき屋さん。寄ってき屋さん。わかり、ちょっとじゃあ入りましょうか。昼間ランチしてる。昼間ランチされてるんです。ランチ初めてなんですよ。そうなんですね。ランチで来るのは初めてなんです。すみません。すみません。どうも。よろしくお願いします。大山です。ランチでよろしいですか。ランチお願いします。850円になります。850円なんですよ。先に払うシステムなんですね。めっちゃ安ないですか。でも850円。確かに安いですね。でなんかバイキングやってるって聞いて。1万円からいただきます。1万円しかなかった。バイキング形式なんですよ。すごくないですか。すみません。850円ちょうどありました。そっちの方がいいですもんね。絶対ね。ね。こちらお返し。絶対そっちの方がいいですもんね。そうですね。ちょうどですね。申し訳ない。850円ですよ。すごい850円を連呼される。好きなお好きな席って言ってくれましたやんか。でも僕いつも僕が来たらここだっていう個室があってね。そうなんですね。でなんかあるんですけど。すごいなんか常連っていうのをすごくアピールされるんですね。そうです。店長です。よろしくお願いします。大出さんです。大山さんはもう常連さんなんですか。もうこちらも大変お世話になっておりまして。そうなんですね。そうなんですよ。昼間ちょっと。じゃあいいですか。はい、どうぞお願いします。すみません。すごい後ろ髪をなびかせてらっしゃるんですね。そうですか。そんなもんですけど。伸ばしてらっしゃるんですか。そんなことないですよ。全然。明らかに伸ばされてますよね。ぴったりします。そんなもうそろそろ散髪かなと思ってます。そうなんですね。ここはちょっと10人ぐらい入れるところなんですけど、ここは打ち上げとか、この間は香港さんの誕生日会をここでやりました。そうなんですね。そうかルミネ座吉本でしたっけ。そうです。そこで新喜劇やられてるんですね。そうなんですよ。そこでみんな行きたいとか。じゃあちょっと今日はここでランチということで。ランチお願いします。じゃあちょっと一発お得意の福山雅治さんでこれからご飯いただきますみたいな何かいただいてもいいですか。わかりました。じゃあ寄ってき屋のランチ今日はありがとうね。寄ってき屋のランチ実に面白い。じゃあ行きましょうか。取ってきます。あれ何でしたっけ。ビュッフェなんで取ってきます。なびいてますかね。なびいてます。意図的にやっぱり伸ばされてますよね。そんなことないです。めちゃめちゃこういう感じでめちゃめちゃありますよ。すごい品数ですね。めちゃめちゃ中華かな。中華やな。めちゃめちゃある。中華だ。めちゃめちゃありますね。どうしよう。ご飯と一緒か。それはこれやな。フルーツもある。まずは麻婆行かれますね。麻婆は絶対行くでしょ。ね。麻婆は絶対行くんですか。絶対行きますね。麻婆は。やっぱり麻婆嫌いな人いませんもんね。でこれチンジャオロースかな。チンジャオロース的な。でもあれですね、なんかチンジャオじゃないですかこれ。チンジャオロースっぽいですけど、なんか玉ねぎとかも入ってるんですね。うまいですね。美味しそうな。唐揚げでしょ。唐揚げ。これ夜唐揚げもここで食べるんですけど、ここの唐揚げ美味しいですよ。唐揚げ。これが何やろ。これなんかの揚げ物ですね。
これなんかの揚げ物、牡蠣ですか？何ですかね？牡蠣じゃないですよね。何ですかこれ？あ、何かと何かで鶏肉を何かで挟んでるのかじゃないですかね。はい。何ですかこれは？これ何でしょうね。鶏肉とあれ大葉じゃないですか。鶏肉と大葉じゃないですかね。な感じですよね。はいはい。まあこんなもんですかね。あ、これでいいんで、この辺は大丈夫ですか？キュウリがね、得意じゃないんですよ。たまにいますよね、キュウリダメな人ね。はい。でもカレーもあるみたいですよ。カレーもある。カレーはいいんですか？カレーもじゃあとりあえずこれおかずまずおかずを取ってね、はい、置きに行った方がいいですよね。はい。これも一緒やな。軽くこの卵のやつも。キクラゲと卵の軽く炒め物ね。はい。軽く入れておきますわ。軽く。そう。白菜もあるしな。まあこれでいいですかね。すごくこういうのってバイキングの取り方って人が出るって言いますけど、なんかすごくこの雑然とした並べ方というか。本当ですか？普通結構なんか野菜を入れてとかそうか彩りも考えたりしますけど、そうですね。彩りがもうないですもんね。せっかく野菜もあるのに。野菜は野菜で取るんですよ。野菜ね取らないと。まず置きに行こうかな。だって一気には持っていくから。これなんかタレがあるな。これ関係ないんだな。ソース。これソースで食べねえ。じゃあソースかけといた方がいいですね。これね。ソースかけますわ。なんかフライですね。はい。こんな感じかな。いったね最後ね。これじゃあちょっと一旦置いて、はい、ちょっと戻ってきます。それもついてきてくれるんですか？もちろん。そうなんですか。急がないと。散髪はどのぐらいで行かれるんですか？1.5 ヶ月か2ヶ月です。はい。家が練馬というか、中野というかちょっとそういうところなんですよ。練馬というか中野というか、間ぐらいですね。練馬区なんですけど、もう道一本向こう中野区住所はみたいなところらへんなんですよ。言うたらね、練馬区って広くて埼玉の県境、埼玉のところ近いところもあったら、福山さんで説明してもらってもいいですか？練馬って広いじゃないですか。埼玉の近くもあったら、進みながらでお願いします。でこっち寄りってことなんですけど、行ってる美容院が恵比寿なんですよ。遠いじゃないですか。確かに。でだからちょっと2ヶ月に1回の時もあったら、できるだけ1ヶ月に1回は行こうと思ってるんですけど。お次はお味噌汁を取られるんですね。そうですね。これご飯もこれね、茶碗にもこれ味噌汁これか。味噌汁これですね。味噌汁。何の味噌汁やろ。これね、わかめと揚げの味噌汁ですね。わかめと揚げですね。ほら、わかめと。美味しそうですね。ね、しっかりと味噌が。濃いめの味噌汁が好きなんで僕。味噌汁は家で必ず作ってるかな、毎日。料理。そうか、お料理されるんですか？そうなんですよ。されるんですけど。で、米がこれか。米大中小とかあるな。これ中ぐらいでいいか。ね。米ほら。大量にある。美味しそうですね。大量にありますよ、米。結構量は食べられるんですか？食べますね。でも昼はそんな食わないんですけどね。でもビュッフェってめちゃめちゃ食ってしまいません？確かに取りすぎちゃうっていうね。どうしてもこうね。食っちゃいますよね。私なんかもう貧乏症なんで、もうとにかくもう食べきれない量まで取っちゃうみたいなのありますもんね。それはでも食べ残し禁止なんでね。食べ残し禁止なんですね。そうです。はい。なんかいりますよね。レンゲいるよね。レンゲいるな。レンゲいるでしょ。レンゲは何に使うんですか？麻婆豆腐。麻婆豆腐に。ね。これなんか取り皿このまま持っていくんかな。これ持っていったらええんかな。箸もね。とりあえずこれいけますよね。とりあえずこれでいけますよね。一旦これでいきましょうか。もうカレーはいいんですね。欲しいです。カレー欲しいんですね。カレーも欲しいです。じゃあ私持ちましょうか、カレー。いや、これ店長すいません。店長。これ使っていいんかな。これお皿代わりに使ってもいいんですか。もう何でも使っていいんですか。もうじゃあこうやって運べますもんね。運べます。ありがとうございます。これで合ってますよね。
でカレーこれかカレー欲しいですね。もうそれを使うならもう、お茶碗使わずにそこにねトレーにご飯入れてはよかったのかなと思うんですけどそうですね。でもカレーこれでいいんですかね。はい、そうです。あ、うわ、カレーうまそうや。めちゃくちゃうまそうですよ、カレー。しっかりとした。そうですね。はい。カレーも食える。まあ、人参とか。ええ感じ。あ、ええ感じ。めちゃめちゃ、これ絶対うまい。これうまいっすよ。これ。ゴロゴロや。ゴロゴロカレー。ゴロゴロですわ。めっちゃあるよ。うわ、これはうまいわ。絶対にうまい。ほらほら、でっかっ。ゴロゴロや。やりましたね。これ米いるな。もう一個米。あ、カレー用のご飯持ってるんですか？そうですね。いるでしょこれ。結構な量ですけど、もしもうお米いるんだったらもうルーをここに入れなくてもよかったんじゃないですか。ここでカレーライスを作ればよかったんじゃないかなっていう、すごいその計画性がまるでないんですね。すいません。怖い。怖がらないでください。怖がらない。これあかんな。これなかなかあれですよ。批判受けますねこれはね。批判は受けないと思うんですけど。ほんまですか。このやり方ちょっとまるで計画性がないからちょっと怖いなというふうに思ったんですけど。怖がらないです。ご飯入れますわ。ほんでまたお椀使うんですか？カレー用のご飯ですよ。ここにカレーのご飯ですよ。ここにはい。このトレイはあれですよね。はい、おかずとかを直で入れてもいそうですいようにこう仕切られてるわけですもんね。そうですそうです。まあ一応すみません。これで一気に、飲み物や。飲み物も豊富なんですよ。あ、本当だ。これジュースとお茶と緑茶もあるんですか？そうですよね。オレンジジュース、そうやな。でこれであ、いいですね。居酒屋さんのこのね。はい。これであんねん。氷。これでいけるのか。いいですか。ちょっとすみません。編集してくださいよ、ちゃんとね。こんなん今早送りの、これ早送りでしょ、こんなん。すみませんね。水ですね。水でしょ。結果水なんですね。あんなにドリンク豊富だっていうのをおっしゃってましたけど。いやでも水が好きなんですよ。あ、緑茶とかウーロン茶もありますけどいいですね。そうですね。まあどっちか、まあ水で大丈夫です。あ、そうですか。これでいきましょう。とりあえず、はい、これでいきますね。ありがとうございます。やった。これは食い応えありますね。やっぱ髪の毛だいぶ後ろは結構後ろ遊ばせてますよね。跳ねさせてますか？いやそんなことないです。あ、自然にもう跳ねるんですか？自然この羽は。はい。あ、1回目小畑さん。あ、ご覧いただきましたか？はい。ありがとうございます。面白かったです。ね、土手さんどんな人かなと思った。お若いんですね、土手さん。あ、もう47ですね。あ、そうなんですか。若く見えますね。はい。お綺麗な方で。ずっとインテリアの方のお仕事をしてたんですけど。インテリア。はい。あ、そうなんですか。そうですね。へえ。インテリアっていうか文房具、はい、文房具に近いですけど。へえ。なるほど。はい。もういいんですか。あ、どうぞどうぞ。じゃあいただきます。ランチタイム。これでちょっといいですか。これで850円って確かに安いですね。まだまだありましたよ。本当に何でもすいません、はい、もうちょっと美味しそうに綺麗に並べられると思うんです。私は出しましょうか。出したらまだマシじゃないですか。こういうふうにほらこうでしょ。まあそうですね。でこれもねここで作り上げたいんですよ、カレーをね。そう言ってるんですよ、私さっきからそういうもんだと思うんです。この器ってトレーってね。これカレーが絶対うまいですよ。これそうですよね。はい、見てください。あ、これええ感じになりましたよ。これでほら、これはちょっとでも食べ応えありすぎやな。あー、美味しそうですね。ほらね、はい、これをなしにして、ほらカレーライスと中華麻婆豆腐とね、これいいんじゃないですか。これでチンジャオロース的な炒め物と、はい、このフライがなんでしょうね。ちょっと揚げ物ね、食べてのお楽しみですね。で卵ときくらげと、はい、でご飯と味噌汁と。はい。じゃあこれが今日の大山英雄さんのランチですね。ありがとうございます。はい。お箸ペロッとするのやめてください。
箸をペロッとするのやめてください。ちょっと不快なんで。嘘でしょ。ほんまですか。はい。すいません。あ、お味噌汁からいくんですね。そうですね。味噌汁好きなんで。まあここら辺にサラダ乗っけてもね、よかったかもしれないですけど。絶対そうですよね。ここにサラダ。せっかくのスペースがら空きなんでやっぱり。ここにサラダ。やっぱサラダがあると色合い全然違う。緑がないんですよ、大山さん。確かにそれ僕の家庭料理っていうかね、ツイッター上げてるんですけど、それにもよく言われます。そうですか。抹茶茶だと。そう彩りがやっぱりね、やっぱり目でも楽しむっていうもの、まあすいません、なんか人のランチに意見しちゃって。茶色が好きなんですよ。でもいや、分かる。茶色のもの美味しいんですけど、裏切らないですよね。見た目がちょっとね。美味しいですね。唐揚げからいって、味噌汁、唐揚げ、白ご飯ということですね。しっかり味付いてるな。でもマヨネーズ別帳つける人なんですよね。結構ジャンキーな味が好きなんですね。そうです。味覚は結構まあ子供っぽいというか。そうです。全然。いまだにエビフライハンバーグが好きです。やっぱ美味しいですよね、エビフライハンバーグね。卵の。卵のやつですね。しっかりしてるな。美味しいです。美味しいですか。結構量食べられるんですか。はい。食べます。食べるんですけど、まあそうですね。昼間はあんまり食べないんですけど、夜がっつり派です。あれですね、同じ吉本興業の花丸大吉の花丸さんと同じタイプですかね。昼間はあんまり食べずにっていうの。夜食べる。違うか。花丸さんは夜は飲むから食べなくて、ランチに命をかけるっておっしゃってましたよね。そうですかね。花丸さんはね。そうです。花丸さんは先輩ですか。僕は1年先輩です。大山さんってごめんなさい、私芸人さんの世界のことよくわかんないんですけど、同期とかっていうのはどういう方なんですか。同期は千原兄弟ですね。千原ジュニアがトップですね、同期の。千原で藤原とか、ハローゴロ、灘木武史とかですね。N なんとかっていうなんか学校ありましたよね。NSC ね。大阪 NSC のね。大阪の8期生です。8期生なんです。ナインティナインさんがあれ9期生だからっていうなんてね。でもだから僕らの同期ってなんかね、何年目かわからないんですよ。僕もはっきり言って。っていうか同期が何周年とか誰もやらないんですよ。やらないタイプの人たちで。そうなんですね。でもナインティナインぐらいになんですか、スターになると勝手にナインティナイン30周年とかそういうのやるじゃないですか。だからナインティナイン30周年って俺ら31年かとかそういう感覚でナインティナインさんを軸に。そうです。食べてくださいね。食べ終わらないと終わらないんで。そうか。カレーもちょっと。私ももう無限に時間があるわけじゃないんでずっと喋られても困るんですけれども。ちょっとカレー食べにくいな。カレー食べてみますね。せっかくのカレー。ほら、食べにくいな、カレー。取れた。やっぱり懐かしい。なんかあれみたいです。学校の食堂のカレーみたいなやつです。もう日本のカレーっていう、そういうのが一番いいですよね。めちゃめちゃ美味しいですね。大山さんは何か好きな料理を選べって言ったら何を選ばれますか。でも食べながらでいいですよ。食べてくださいね。でもあれですね、ペロッとしないでください。ペロッとするのやめてください。餃子。餃子ね。餃子好きです。作るのも好きですし。芸能界であれ芸能人餃子部みたいなのもなんかあったりしますよね。本当ですか。なんかね、鈴木紗和さんがそういうのやってらっしゃいますね、餃子部みたいなの。僕餃子作るのめちゃめちゃうまいんで、ちょっともしよかったら澤さんに言ってもらっていいですかね。入らせてもらえないですかね。なんかちょっと言わないです。それはちょっとあちら方にも迷惑かかると思うんで。そんなことないですよ。でも餃子めちゃめちゃ得意なんですよね。何餃子ですか。和田さんが作る餃子。いや普通の餃子なんですけど。得意っていうのは何を持ってるの。家族に評判がいいのと、
まあでも特殊で言うたらレンコンの刻んだやつ入れるんですよ。はい。レンコンの刻んだやつだから食感がええ感じなんですよ。はい。でまあ味付けはそうですね、普通やな、ニンニク生姜入れてオイスターソース入れてみたいな形ですけどね。皮は自分で作るわけではないですよね。皮は作んないですね。でも皮は作んないですけど、皮も割とこだわってるっていうか、スーパー近くのスーパー5軒回ってここのスーパーのこの皮うまいなっていうのがあります。はい、お気に入りの銘柄の皮で、これいきますよ。そのね、何か分からなかったやつですね。はい。ささみの大葉ですね。ささみの大葉です。ささみの大葉。大山さんって、芸人さんなんですよね。はい。どういうきっかけで芸人になったんですか？まあ言えばですね、高校の時に野球やってたんですよ、ずっと。そうなんですね。高校まで、プロ野球選手を目指して。はい。でやっぱり県立高校だったんですけど、強豪校と試合をした時にやっぱ勝てないんですよね。はい。限界感じまして、野球に。で大学野球でセレクションを受けたんですけど落ちまして、でもなんか普通のサラリーマンとか嫌だなと思いましてね。それは普通のサラリーマンの方を否定されてるんですか？いや、そんなことないですよ。あんまりもう野球ばっかりしてたんで勉強もしてなかったし、どうしようかなと思ってて、でもお笑いが好きで、高校の時に文化祭な言うたら漫才やったりとか、自分が本書いて新喜劇やったりとか、そういうことやってたんで、三者面談の時に僕と母親と担任の先生がおって、でちょっと野球でセレクションで落ちたとね。でも勉強も全然してないと。だから大学はもうなんですかね、行きたいならもう浪人とかそんなんしかないやろって言われて、担任の先生に僕ちょっと吉本興味あるんだっていう話したら、担任の先生がいやその言葉待ってた言うて母親を説得しだしたんですよ。大山君はすっごい面白いと、文化祭でやった漫才なんて今すぐ劇場で使える言うて、で調子乗ったってことはないですけど、その時もう伊丹のさんまって言われてたんですよ、僕。兵庫県伊丹市出身。伊丹市の。友達がね、明石家さんまさんの高校時代って大山みたいな生徒やったんやろなって、伊丹のさんまやな言われて。じゃあもう学園のもう盛り上げ役みたいな。そうです。でそこです。だから自分の中でも鳴り物入りで吉本入った感じですよね。じゃあもう 100% 売れるもんだと。そうです。と思ったらもう面白いやつがいっぱいいましたね。そうですか。いやもう藤原とかめちゃめちゃ面白かったですもんね。そうなんですよ。なかなか。それでもね、新喜劇で活躍されてるわけですから。いやそんなことないですけどね。ごめんなさい、ちょっとプライベートなこと立ち入っちゃうんですけど、奥さんとの馴れ初めなんていうのは伺ってもいいですか？あんまり大山さんのね馴れ初めって聞いたことがないと思うんで。聞きたいですかね。いいんですけど、いつですか、出会いは？出会いはいつですか？だいぶ前ですよ。だいぶ前ですけど、そうですね、大阪の新喜劇だった頃に、なんか知らないですけど、大阪の新喜劇でちょこちょこ頭角を現してなかったですけどね、まだね、ちょこちょこ出てて、全国の、コンビニサークル系ってあったんですよ。サークル系って名古屋が本拠地っていうかなんですよ。名古屋から発祥したみたいで、全国のサークル系の店長さんが名古屋の当時レインボーホールっていう名前だったんですけど、今なんて名前なのかな、名前変わってるかな。でっかい大阪体育館みたいなのあるじゃないですか、こっちでやったら第一体育館みたいな、あそこのホールに全国の店長さんが集まってセミナーをするという会があったんです、その時になぜか僕がその新喜劇を見てくれてたかもしれないですけど、呼ばれて全国の店長さんの前で掃除とかをコントチックにやるというブースがあったんですよ、そこ担当になったんですよ、
も奥様との馴れ初めなんですけども、そこなんです。それ繋がるんでしょうか。つながりますすごい前から話されるんですね。ちょっとびっくりしちゃって、私ごめんなさい。すごい。そうですね。もう30分ぐらい回ってるんで、ちょっとすいません、びっくりしちゃって。すいません。はい。そのイベントがあって、はい。大人数いるじゃないですか、いっぱい。はい。でその時名古屋事務所の当時新入社員の人がついてきてくれたんです。はい。はい。何々です言うて、でなんか大山さん言うて、はい。なんか2日間ぐらい3日間ぐらい泊まれたのかな。なんかもしかしてその新入社員の方とってことですか。違います。新入社員の人が名古屋は遊ぶでしょ芸人さんみたいなことシャレで言ってくれて、はい、いや遊ばない、それは一人やし遊ばないですよ言ってたら、言うてください、私ナンパしてきますから言うて、なんかコンパニオンみたいなモデルみたいなお姉ちゃんとかいっぱいおるわけですよ、はい、そのブース、いろんなブースに、はいはいはい、あのお姉ちゃんとか声かけてきましょうかみたいな言ってきたんです、その新入社員さんが。でいやいやそんなんもういいそんなんいい言うて、あんまりそのモデルさんみたいな人なんすか。大山さん、もうちょっと短くなりませんか。もう私もう内容が入ってこないんです。なんか長くて本当にもうちょっとうまくまとめられませんか。すいませんすいません、なんか大山さん、いや大丈夫です。芸歴のもう長い方に、いや大丈夫です。すごく長いからもう内容が入ってこないんです。そうですか。もうすぐです。はい、マネージャーさんがじゃあ私行きますって言って、行きますよ言ってくれたんですよ。なんかモデルみたいなお姉ちゃんとか声かけてきましょうか言って、いやいいってああいう人がタイプじゃないと、僕のタイプはもう普通の方だと。隣になんかスタッフジャンプ開けてたような可愛らしい女の子がおったんです。当時大学生で。僕のタイプはああいう感じの人です。普通のコンパニオンさんの方じゃなくて、普通のイベントのスタッフさんの方みたいな人が好きなんです言うて、あそうですかって、だからいいよって言って、僕はそのブース行って、掃除のやつコントみたいなのやって、で休憩入ったら、その間にその大学生みたいな普通のスタッフの女の子を声かけてたんですよ。まさにさっき大山さんが指さしたその子。そうです。それが嫁です。すごいですね。ただ4分の1の尺にはなりますね、今の話は。それでも十分伝わります。というわけで、今回は大山英雄さんの昼ご飯にお邪魔しましたけれども、大山さん、この先どんなお昼ご飯を食べていきたいですか？僕は本当に普通に家で自分で作るパスタが好きです。お昼はうどんとか麺類が好きです。家でシャシャって作るそうめんとか。この先麺類を食べていきたい。はい、お昼で簡単に家でシャシャって作れるやつをやっていきたいですね。はい、それのアレンジを増やしていきたいです。はい、大山さんにとって、昼ご飯とは何でしょう？昼ご飯はあってもなくてもいいものです。別に今なお舞台の最前線に立ち続ける大山英雄さん。そんな大山さんのお昼ご飯は実に面白い。 1.5 ヶ月か2ヶ月です。